んにちは。マリアです。今日もちょっと日本語を聞いてみませんか？今日のテーマは、なぜ日本語を忘れてしまうの？です。皆さんはこんな経験がありますか？昨日覚えた単語なのに今日は思い出せない。勉強した文法なのにテストで出てこない。日本語の動画を見ていて、あれ？この言葉知っていたはずなのに。そんな経験ありませんか？もしあるなら、それはとても普通のことです。実は人間の脳は忘れるようにできています。私たちは毎日たくさんの情報を見たり聞いたりします。今日の朝ごはん、昨日見た動画、先週読んだ SNS の原稿、全部覚えることはできません。だから脳は、これは大事かな？これは必要かな？と考えながら使わない情報を少しずつ忘れていきます。つまり日本語を忘れるのは頭が悪いからではありません。才能がないからでもありません。脳が普通に働いているだけなんです。でも、ここで大事なことがあります。忘れることとできなくなることは違います。例えば、皆さんは自転車に乗れますか？何年も乗っていなくても、また乗れば思い出しますよね。日本語も少し似ています。一度勉強したことは完全になくなるわけではありません。脳のどこかに残っています。だからもう一度見たり、もう一度聞いたりすると、あ、そうだったと思い出せることがたくさんあります。実は勉強で一番大事なのは覚えることではありません。思い出すことです。これはとても大事です。単語帳を見て、あ、知ってると思うだけではなく、自分で思い出そうとすること。それが記憶を強くします。だから忘れたから失敗ではありません。忘れた後にもう一度思い出す。その作業が勉強なんです。そして日本語学習者によくある間違いがあります。それは忘れたイコールゼロになったと思ってしまうことです。でも実際は違います。例えば最初に単語を覚えるときより2回目の方が早く覚えられます。3回目はもっと早いです。4回目はさらに早いです。なぜでしょうか？脳の中に少しずつ道ができているからです。最初は森の中を歩くような感じです。道がありません。でも何度も通ると少しずつ道ができます。日本語も同じです。何度も出会う言葉は
少しずつ覚えやすくなります。だから忘れても大丈夫。むしろ忘れることは勉強の一部なんです。では、どうすれば忘れにくくなるのでしょうか？おすすめは3つあります。毎日少しだけ日本語に触れる。5分でも大丈夫です。ポッドキャストを聞く。単語を読む。アニメを見る。少しだけでも続けることが大切です。2番、同じものを何回も使う。新しい教材ばかり探さなくても大丈夫です。同じ動画、同じ単語、同じ文章、繰り返し見る方が記憶に残ります。3番、完璧を目指さない。全部覚えようとすると疲れてしまいます。70% 覚えていれば十分です。また、後で出会った時に自然に覚えられることもあります。そして最後に皆さんに伝えたいことがあります。もし今、最近たくさん忘れているなぁと思っていても落ち込まないでください。忘れるということは、それだけ勉強しているということです。勉強していない人は忘れることさえもありません。だから忘れることを悲しく思う必要はありません。大切なのはまた日本語に戻ってくることです。一日休んでもいい。一週間休んでもいい。また始めれば大丈夫です。日本語は早く進むことより長く続けることの方が大切です。皆さんのペースで少しずつ進んでいきましょう。私も応援しています。じゃあ今日はここまでです。皆さんは最近忘れてしまった日本語がありますか？ぜひコメントで教えてください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。